防火ゲームスタジオの今野です。防火に入る前は他社の方で4年ほど UT を行う専門チームで働いていました。今の私の防火の役割なんですけども、基本的にはユーザーテストの設計、アンケートの構築、あとユーザーと会場を準備してくれる協力会社との連携とかを取ったりとか、テスト結果の分析、レポート作成、開発へのフィードバックなどなどですね。平たく言うとほとんど全部一人で回しているみたいな感じですね。あとは別の業務になるんですけども、カットシーンの進行管理と、あと QA チームの取りまとめの方もやっています。ユーザーテストを一言でしまうと、開発中のゲームをですね、一般ユーザーさんにプレイしてもらって、で、アンケートに回答してもらっています。そのアンケートの回答を分析して、開発チームに共有して、修正の方向性の提案などを私の方からさせていただいています。ユーザーの生の声を受け止めつつですね、開発の意図通りの印象になっているかの確認のためのテストと考えていて、例えばこの技の性能が良くないっていう反応だったとしても、良くないってことを狙ってたのかそうじゃないのかっていうところを大事にしています。一般的なユーザーテストの考え方とか、人間中心設計とかの考え方だと、ストレスっていうのは悪っていう印象になるんですけども、ゲームは少し違うと考えていて、そのストレスを狙ってやっているのか、それを乗り越えたその先の達成感狙っているのか考えたりして、分析をしています。今まで、私がいた会社だと、私は専門の UT のチームにいて、で開発チームとは別のチームにいたので、そこが防火だと、私がチームの内部に入ってディレクターとかゲームデザイナーと直接やり取りしながら、テストの設計を考えたりとか、その開発を先に進めるためのテスト結果を取れるテストっていうのが防火だと実施できているなって思っています。テスト結果をその開発チームにフィードバックしてから、修正とか改善の方針について話すんですけども、結果を受け止める側もすんなり入ってきて、次回のテストはどうしていこうかねとか、こうやってやりたいよねっていうところにつなぎやすくなっているのが防火でやっている特徴かなと思っています。1回あたりのテストは10名から20名ぐらいに収めています。で、私がやってるのは定性調査という調査で、数はそんなに問題じゃなくて、一個一個の意見を深掘りしていくっていう手法でやっているので、回数を回すことでどんどんブラッシュアップされていくっていう手法ですね。なので1回のテストは10人で、十分すぎるぐらい、開発の人数とか対応のスピードとかも考えると、10人ぐらいの意見がベストで、それが20人30人で取っても多分回数を今度回せなくなっちゃうと思うんで、それよりかは回数を回して一個一個意見に対して向き合って修正していくっていうところかなと思っています。今ある課題は残る期間を考えると実施できる回数限られてるんで、そこに対して取捨選択をしていかなきゃいけないっていうところがちょっと今の課題かなと思っています。おそらく全部をテストにかけるには時間も足りてないかもしれないし、テストをかけれる状態になるまでがちょっとまだ時間がかかるのかなっていう印象があるので、制作チームが思い描いている形でテストをかけれたらまた違うんだろうなって思うところもあって、そこが残り期間と相談っていうところになるので、そこがちょっと課題かなと思っているところです。ゲームの仕上がりというとですね、結構ユニークな仕様も入っていて、今の時点のユーザーテストでもそのユニークな部分が一番良かった点ですって言ってくれるユーザーが多くて、そこについてはもう現時点で疑ってはいないんですけども、例えばそれ以外の部分、この先もう何回か UT をやって最終段階っていうフェーズが来るんですけども、その最終段階のフェーズのテストで今まで指摘されてた部分が、ネガティブな回答が出ずにいけるところと、ゲームの中に含まれている要素、アドベンチャーだったりバトルだったりその他の要素だったりが面白かったですって言ってもらうことが、今思い描いている最高の
結果なのかなって思っていて、どこまで持っていけるかっていうところが今 UT が抱えている課題なのかなと思っています。